前回のあらすじ、シャーシの曲がりによって壁に当たるローラーが変わることに気づいた。ローラーが切り替わる曲がる変調心なシャーシを作った。期待通りの動きをした。レーンチェンジを予想外の安定感で通過した。そして自己心を更新した。今回は学るシャーシをさらに探求します。さすがにもう出てこないのでは。この論理にはまだ何か秘められたものを感じるのです。とりあえずモデリングしながら考えます。前回のスイッチローラーを論議に取り付けるのですね。長くしてっと。ローラー間が長いってことは、どうやらこの答えを持つシャーシはすでに作っていたようです。そんなのありましたっけ？ロングアームシャーシです。うわ、微妙な結果だったやつじゃないですか。LC でローラーが壁から離れる対策として、ローラー幅を横に伸ばすのではなくローラー間を縦に伸ばしたやつですね。ここにローラーを追加すれば同様のことができます。でもこのローラー配置だとウェーブで引っかかりますよ。リアローラーを小さくして無理やり通していましたよね。シャーシが曲がれば向きも変わるので通れるはずです。あとはステーを追加してっと。ちょっと待て、ローラーが2つあるってことは、どうやら LC でより長くローラーが効くようです。LC ではフロントローラーが頂上を越えるとそのローラーは壁から離れます。ここでフロントローラーが壁から離れた時に中間ローラーがあればこの距離の間だけ壁に当たるようになります。さらにゴムローラーにすれば LC 中のみローラーの効きを強めることができます。通常のセクションでは中間ローラー当たらないですからね。あとは逆曲がり対策棒を追加してっと。逆曲がり対策は LC で壁を飛び移った際の反発による振動でローラーが効かなくなるのを防ぐためですよね。前回のシャーシでは振動対策がうまくいっていましたね。もう一度振動のシーンを。ほい。 LC でこの振動が発生するってことは、どうやらこの振動を利用して吹っ飛びを抑えつつ振動を消せるようです。いや、なんて？つまりこの形です。振動対策棒どこ行ったし。試作品で説明しましょう。 LC で壁を飛び移ると衝撃でシャーシが曲がります。そして解放されると、この振動がダメなんですよね。これをコース上でやってみましょう。お、逆曲がりで中間ローラーが壁に当たるからストッパーになるのですね。そしてここで中間ローラーが再び壁に当たるのでマシンが抑えられます。さて本番シャーシを作りに行きましょう。あれ？どしたし。ちょっと確認。あ、このシャーシだとこんなことが起こるのか。カーブは内側が盛り上がる形になるので中間ローラーに対して壁が近づきます。外側の壁も同じ方向に盛り上がるので中間ローラーから見たコース幅は変わらないのですが、ローラー間が長いので盛り上がりの前後でローラーが当たります。つまり実質のコース幅が狭くなるので突っ張れています。普通のローラー間だと壁に当たらないですね。シャーシが長いからこそできるセッティング、3点接壁セッティングです。いや待ってください。こんな浅いカーブで突っ張るってことは通常のカーブセクションで引っかかるってことですよ。もう壁にマシンが乗るレベルで実質のコース幅が狭いですもん。それがこのシャーシって曲がるんですよね。カーブが深いほどに実質のコース幅は狭くなりますが、カーブが深いほどにシャーシが曲がって中間ローラーが引っ込みます。なんだこの噛み合い。ということで第1号、駆動と長さ修正、バンド幅修正、補強追加、ローラー高さ修正、補強追加とバッテリー台修正、4区間、モーターマウント強化とローラー高さ修正、バッテリー台追加、ローラーとスキットローラー高さ上げとバッテリー台補強、シャーシができました。次はローラーです。今回はとっておきのローラーがあります。魔王ローラーです。魔王？これはゆうたさんが MSK マイクロプレシジョン様と共同開発したすごいローラーです。高品質低抵抗な MSK ベアリングにラウンド加工が施された樹脂が巻かれています。なんか早くてグッドということです。非売品かと思いましたがニコニコ超会議で先行販売するのですね。あとはウレタン巻きベアリング。いつもは自作のガタナタゴムリングローラーを使っているので期待です。車軸には602フランジベアリングです。いつものより若干大きいです。タイヤとホイール、シャフトを新しくしました。モーターも新しくしました。すべてのパーツが揃ったので組み立てます。モーターを搭載します。結束バンドを差し込みます。締め付けます。耳を切ります。フランジベアリングを取り付けます。シャフトを差し込みます。ギアを取り付けます。ホイールを差し込みます。グリス塗り塗り、駆動チェック。スルスルグッドです。スイッチローラーを取り付けます。固定します。フロントローラーを取り付けます。固定します。フロントスキットローラーを取り付けます。固定します。リアも同様なのでミラーリングします。バッテリーを搭載します。中間ローラーを取り付けます。固定します。できました。3点接壁セッティング超シャーシロンディスです。この長さに加えた中間ローラーが様々な効果を生み出します。長さチェック。22.5 センチ。中重量チェック。76g、軽くはないくらい。曲がりチェック。中間部がやや太めなのでちょっと硬いです。振動チェック。壁がないところでは振動します。ねじれチェック。ねじれはあります。
こんなんでまともに走るのでしょうか。今回は謎の自信があります。正直ドーンするとしか思えません。ロンリスの想定の機能紹介です。ローラー幅は余裕があるのでストレートでローラーは突っ張りません。上の壁はスイッチローラーが当たるので低摩擦で走れます。下の壁に当たっても減速の強い中間ローラーは当たりません。ウェーブセクションはローラー間が長いと通れないのですが、シャーシが曲がってマシンの向きが変わるので通れます。ウェーブでの減速は強そうです。カーブセクションは中間ローラーが引っかかるセッティングですが、シャーシが曲がって中間ローラーが引っ込むので通れます。さらに曲がりでスイッチローラーが壁に当たるので低摩擦になります。さらに曲がりでタイヤの向きがカーブの方向へ向くステアリング効果で横滑りを軽減して高速でカーブを走り抜けます。 LC 入り口では若干曲がるのでフロントと中間ローラーが当たります。フロントローラーが離れても滑りにくい中間ローラーが壁に当たり続けてマシンを抑えます。マシンが壁に飛び移った際には曲がりにより衝撃を吸収します。でもここで曲がるとスイッチローラーが当たって滑りますよ。スイッチローラーは上下を外側の滑りにくいローラーに挟まれているので少しでも傾くとそちらのローラーが当たります。その後の反発で中間ローラーが壁に当たります。これにより振動を抑えつつ中間ローラーが再度当たるのでマシンを抑えます。さらにここからは3つのローラーが常に壁に当たる3点接壁状態になりマシンが突っ張ります。しかも滑りにくい外側のローラーが当たるのでより引っかかれます。ストレートに戻るまで3点接壁の突っ張りが持続します。ここで解除されます。これらがこのロンディスの機能です。妄想方。中間ローラーを足すこの一手がロンディの本気を引き出したようです。失敗と思われたマシンが導いてくれました。走らせて妄想か現実かはっきりさせましょう。1走目。いきなし速い、そして安定しています。もう少しで自己新。素晴らしい。一発目でここまでの走りをするとは。前回に引き続き最近調子いいですね。レーンチェンジ、1周目。完璧。LC 入り口のカーブでも若干シャーシが曲がっています。つまりウレタンの中間ローラーが壁に当たるので強くマシンを抑えられます。それにより頂上での吹っ飛びが抑えられています。飛び移りでシャーシが曲がります。スイッチローラーが当たって滑ることが懸念されましたが、全然滑っていないので問題ないです。ここから3点接壁状態になって突っ張ります。カーブを抜けて通常の状態に戻ります。マシンがまっすぐなのでここでも前後ローラーが当たります。そしてそのまま着地します。ねじれも振動もないですね。ハイパーグッドです。2周目。前半は1周目と同様です。壁への飛び移りでマシンが斜めになりました。中間下段ローラーが壁を捉えてロールで抜けないように耐えます。そのままコースに収まりました。3周目。LC 侵入時にマシンがバウンドしています。それによりマシンが上向きのまま頂上に差し掛かります。1周目との比較。マシンが高い状態で壁に飛び移ったのでそのままコースアウトです。中間ローラーが壁を越えた時に逆曲がりで中間ローラーが左側へ押し出されています。つまり壁を越えなければ中間ローラーが壁側に押さえつけられて突っ張りが生じます。逆曲がり後には若干の振動が見られるので振動防止も機能していたようです。カーブでの曲がりチェック。振動してません。モーターのケーブルですね。程よく曲がっていますがちょっと硬いかも。 LC も上から見ましょう。曲がるので中間ローラーが当たります。フロントローラーが抜けてからの中間ローラーは当たっているか微妙なところです。そしてすぐにもう片方のフロントローラーが当たります。曲がって衝撃吸収。反発で中間ローラーが当たりつつマシンがまっすぐになります。3点接壁で走り抜けます。妄想が現実だったとは。セッティングを変えます。ウレタンはゴムより若干滑るようなのでゴムローラーに変更します。バッテリーをフル充電にします。5。ドーン、スロー。姿勢はグッド。スピードが乗ると LC 頂上での位置が高くなってしまいます。若干得たりバッテリー。ドーン、シャーシを乗せ替えます。スラストを5度から7度に変更しました。吹っ飛び防止。連結部を 3mm から 2.6mm にして曲がりやすくしました。カーブの速度アップを狙います。5。惜しい。レーンチェンジは頂上での位置がまだ高いです。そして姿勢はそのままコースアウトです。先ほどと同様です。曲がりチェック。しっかり曲がっていますね。シャーシを乗せ替えました。スラストは5度、8度、10度にしています。中間ローラーの押さえつけをより強くしました。5。2.43 秒。2.32 秒。安定しますがタイムが伸びないです。フル充電。ドーン。どうしても LC 頂上で位置が高くなってしまいます。その対策としてフロントにウレタンローラーを取り付けると遅くなってしまうので 2.32 秒をこのマシンのベストタイムとして開発を終了します。今回はロンディに中間ローラーを足すシンプルな一手で偶然にも LC で3点のローラーが当たることを発見できました。そしてそれは長くて曲がるロンディとハイパーマッチしていました。それによりロンディとは思えないほどに安定した走行を実現できました。ロンディスはニコニコ超快2で走らせます。そしてもう1台開発中のシャーシもあります。進捗は設計中です。終わった。なんとかします。それではまた、のし。